はい、それではよろしくお願いします。本日は特定技能2号、飲食料品製造分野の説明、試験の説明をしていきます。この動画をぜひ見てほしいなと思う人たちは、主にこの3パターンの人かなと思います。まず、1つ目、特定技能2号ですね。飲食料品製造分野で取得したいと考えている人。飲食料品製造分野で特定技能2号を取得したいと考えている人。そして2つ目。すでに飲食料品製造分野の特定技能1号で働いている人。特定技能1号、飲食料品製造分野で働いている人。そして3つ目、特定技能1号、飲食料品製造分野でこれから働きたいと考えている人。これから働きたいと考えている人です。なぜまだ働いていない、日本に行っていないのに、この動画を見てほしいのかと言いますと、特定技能2号の試験については、非常にレベルが高いです。そして、試験の勉強だけではなくて、飲食料品製造として、その管理者、飲食料品製造の管理者としての経験が必要になります。日本に来る前、働き始める前から計画をしておかないとなかなか難しくて大変な道のりです。ですので、まだ日本に働いていない人もぜひ見てほしいなと思います。この動画の内容はですね、飲食料品製造分野で特定技能2号を取るために必要な資格について説明します。続いて、受験資格ですね。受験するために満たさないといけない条件について説明します。受験資格について説明をした後は、試験科目と実施方法について説明をしていきます。続いて、テストの配点と合格基準について説明をしていきます。合格基準を知らないと何を勉強したらいいのかがわからないですよね。なので、しっかりと合格の基準を知る。これはまずやっておいてほしいことだなと思います。そして最後に試験の詳しい内容や合格するためのコツをお話ししますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは早速一つ目ですね。飲食料品製造分野で特定技能2号を取るために必要な資格は、こちらの内容を説明していきます。大きく分けて2つの資格が必要です。まずは1つ目、特定技能2号試験の合格。特定技能2号試験の合格。こちらはもちろん飲食料品製造分野の特定技能2号の試験の合格です。そして2つ目、管理者としての実務経験の要件を満たすこと。管理者としての実務経験の要件を満たすこと。これが非常に重要です。これもきちんとメモをしてください。管理者としての実務経験。例えば、誰かを指導したり、製造ラインのリーダーとしての経験が必要です。
こちらは非常に重要な内容ですので、覚えておいてください。この2つの要件を満たした上で、入管に書類を提出して審査を受けるという形です。そしてその審査が完了。この人は特定技能2号で OK ですというふうになれば、特定技能2号の資格を取得することができます。ですので、試験に合格しただけでは特定技能2号にはなれないので、そこは注意してください。はい。そして受験資格。これは特定技能2号の試験を受けられる資格についてですね。これは大きく4つありますので、見ていきましょう。まず、在留資格を持っている人。17歳以上の人。パスポートを持っている人。こちらのとについては、もう当たり前のことですよね。そしても年齢の制限がある。17歳以上の人という年齢の制限があるということで、からというのは非常にわかりやすい内容かなと思います。そしてこちら、ですね。非常に重要、一番重要な話です。これは試験を受ける前の日、前日までに工程を管理する立場としての実務経験を2年以上行う必要があります。これはどういうことかというと、先ほど伝えた管理者としての経験の話ですね。2年以上誰かを指導したりだとか、そのチームのリーダーとしての経験が必要です。そしてこの実務経験については注意点がありますので、動画の最後で注意点というものも説明しているので、最後まで確認してみてください。受験資格については、こちらの4つの条件をですね、すべて満たしている必要があります。はい、続いて試験科目と実施方法について、説明していきます。試験科目は2つあります。1つ目は学科試験ですね。学科試験。そして2つ目は実技試験。実技試験です。ただ、こちらの実技試験というのは、実際に何か物をさばく、包丁を使って実技をするという実技試験ではないです。この後ちょっと詳しく説明していくので、次のところで確認してみてください。そして試験時間については70分ですね。点数。こちらは200点満点です。200点満点。じゃあ何点が合格基準なのか。これも後ほど解説していきます。言語については日本語で行います。日本語で行います。そしてこちらがですね、特定技能2号試験の一番の壁と言ってもいいかもしれません。漢字にルビ、いわゆる振り仮名はついていません。今私の動画には振り仮名をつけて皆さんに説明しているんですけれども、実際の試験はこういった内容に振り仮名がない、振り仮名がついていない状態で出てきます。ですので、日本語の勉強を相当やらないとなかなか難しいんじゃないかなと思います。この日本語を勉強しないといけないということについては、合格するためのコツの場面で話しますので、もう少しお待ちください。そして実施方法については、ペーパーテスト方式、マークシートですね。マークシートで色を塗って、やるような形です。
会場については、全国で、希望する場所、希望する会場に申し込みをすることができます。はい、お待たせしました。テストの配点と合格の基準についてですね。合格の基準は200点満点のうち65%以上。具体的な点数だと130点以上が必要です。配点としては、学科試験に125点、実技試験に75点配点されています。では、じゃあ125点と75点というのはどういう内容なのか、もう少し詳しく見ていきましょう。学科試験の詳しい内容として、こちら125点満点ですね。どんな内容が出るのか、バッとこのような形でまとめてみました。まずは、ハサップなどの一般的な衛生管理について、また、労働安全衛生の知識、衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理などの内容をもとに管理に必要な知識を測定するものとなっています。つまり、ただ言われたことを作業できるだけではダメなので、管理する立場としての能力ですとかスキルというものが求められます。学科試験の中でですね、問題数と配点とそれぞれの点数を見ていきましょう。まずはですね、飲食製造での管理。この主な内容の中に安全安心な食品を作る全体像。このような形ですね、様々書いてありますね。一般衛生管理、ハサップについて、生物的危害、科学的危害、物理的危害の管理、その他管理などですね。このような形で、問題数としては15問、配点としては3点、合計で45点、125点のうち45点がこの3つの項目から、出題されます。こちらもですね、労働安全衛生法ですとか、労働災害の防止策など、かなり内容はハイレベルなものになっています。また、品質管理、納期管理、コスト管理などですね、本当管理者としての能力であったり考え方というものがきちんと身についているのかというのが問われる内容となっています。こちらがですね、20問、1つ4点で80点ですね、配点されていますので、この管理については、より高い配点がされています。非常に難しいですよね。なかなか大変な試験かなと思います。こちらの説明はね、振り仮名が書いてあるんですけれども、本番はこのそれぞれの漢字にですね、振り仮名がないので、こういったところもしっかりと漢字を覚えていく必要があります。はい。続いて、実技試験の詳しい内容について説明していきます。はい。実技試験はですね、75点満点です。図やイラストを用いた状況設定において、正しい行動を判断する判断試験となっています。計算式を使用して作業の計画を作ったり、その計画を立案、計画を考える、計画の案を考える、自分で作るという試験の内容になっています。この2つの試験により、管理者として必要な知識がきちんと身についているのか
というのを確認します。どんな項目が出るのかというと、安全安心な食品製造、安全安心の管理、品質管理、納期管理、コスト管理ですね。こちらはそれぞれ5点ずつ配点されていますので、非常に一つ一つの試験の問題の点数というのが高く設定されています。詳しい内容については、こちらの主な内容をよく読んでみてください。以上はですね、試験の内容ですとか、細かいところを説明していきました。これからはですね、その他の注意点ですとか、合格するためのコツというものを説明していきます。